こんにちは、和田よしみです。今日の姫ご飯は一番簡単な唐揚げを作っていきます。今日はね、リクエストをいただきました。料理を始めてまだ3週目、包丁の使い方から勉強中です。初心者向け動画も撮ってということでお任せください。ということで今回初心者向け何がいいかなと思ったんですけど、やっぱりちょっと定番の唐揚げを美味しくジューシーに、そしてカラッと仕上がるレシピをお届けしていきたいなと思っております。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。で今回はね、定番の唐揚げをしっとりと美味しく仕上げていきたいなと思っております。で、今回使ってるのは鶏の胸肉を使ってるんですけど、胸肉はね比較的そのコストが安いんですけど、どうしても普通に調理しちゃうとちょっとパサパサしてしまいがちなんで、しっとりと仕上げるポイントなんですけど、下味をつける時にこの後ね登場するんですけど、マヨネーズを入れてるわけですよ。で普通に調理してしまうとしっとりしてしまうの、普通に調理するとパサパサになってしまうので、それを油を足してあげるような感じでマヨネーズを入れて下味をつけてあげることによって、このねマヨネーズの油がこの鶏肉の中に染み込んで、で揚げた時にこうジューシーな味わいが楽しめます。でジップロックとかを使うとね、洗い物も少なく済むんじゃないかなと思います。でこれで冷蔵庫で15分ぐらい置いてあげて、で衣はね、小麦粉を使うとしっとりと仕上がり、片栗粉を使うとカラッと仕上がります。なんで今回ちょっとカラッと仕上げたかったので片栗粉を使ってるんですけど、好きな方で衣にしていただければなと思います。で油はそんなに多くなくて上がるので、だいたいフライパンから1センチぐらいの量の油で揚げ焼きにしてあげると、油の処理も楽なんじゃないかなと思います。どうしても一人暮らしだとね、ほら揚げ物をすると油が残っちゃったりするので、その辺はね少しの油で揚げ焼きにしていただければなと思うのと、最後ちょっとごま油を風味付けでかけているので、食べた時にねごま油の香りがふわっと香るような美味しい唐揚げに仕上がっております。綺麗に揚がりましたね。ではあとは盛り付けてレモンを添えて完成です。できました。では味見していきます。ではいただきます。表面はカラッと揚がっていて、お肉はしっとりとジューシーになっていてとっても美味しいと思います。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。唐揚げを食べるとね、私はおにぎりが食べたくなるんですよ。ということで今回はおにぎりを用意しております。